様こんにちは、セリナです。今回は4月21日発売、クレドポーボーテのルージュクレームブリアン、ルージュクレームマット、ルージュクレームエタンスラン、そして4月26日発売、ローラメルシェのハイバイブリップカラーからそれぞれ人気色をご紹介していきます。それぞれ4月末に発売された新作リップでカラー展開も豊富ですが、私が購入した店舗で特に人気が高いとのことだったカラーをご紹介していきますので、カラーはもちろん質感なども少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずご紹介していくのはこちら、4月21日発売、クレドポーボーテルージュクレームブリアン、ルージュクレームマット、ルージュクレームエタンスラン。きらめきを放ちみずみずしく、みずみずしい感触でしっとりと寄り添い、濃密なきらめきを放ちながら弾むような唇に、花々が咲き誇る庭園のクリエイティビティにインスパイアされた3質感24色のリップコレクション。スキンケアクリームの技術を唇に最適な方法で応用し、みずみずしいウォータリーなオイルとコクのある高粘度のオイルをベストバランスで掛け合わせることで、潤いを与え保持しながらもべたつかないリッチなテクスチャーを実現しました。メイクアップとスキンケアが融合した独自技術、ライトエンパワリングエンハンサーも搭載しています。ルージュクレームブリアンは奥行きのある艶やかな仕上がりのクリームルージュ。ルージュクレームマットは奥行きのあるマットな仕上がりのクリームルージュ。そしてルージュクレームエタンスランは奥行きのある輝く仕上がりのクリームルージュ。今回は3質感の中からそれぞれ人気色を1色ずつご紹介していきます。続いて4月26日発売、ローラメルシェのハイバイブリップカラー。たったワンストロークでとろけるように唇を包み込み、純度の高い発色で表情を明るく変化させてしまう。それがローラメルシェから新しく発売するハイバイブリップカラー。その華やかな体験はどんな時も気分を高めてくれること間違いなし。今回は特に人気とのことだった103と122、そして140をご紹介していきます。それではまずクレドポーボーテのルージュクレームからご紹介していきます。こちらは4月21日に発売された新作アイテムですが、すでにかなり人気とのことで、特にこちらのエタンスランのタイプは全4色カラー展開がありますが、4色ともすでに欠品している店舗も多いとのことでした。今回はそれぞれの質感から1色ずつ人気色をご紹介していきます。まずはこちら、ルージュクレームブリアン。カラーは204番です。こちらは一番オーソドックスなツヤも感じるルージュという感じの質感ですね。はい、まずは1色目。ルージュクレームブリアンタイプ204はこんな感じです。今少し唇の乾燥が気になる状態に塗ったのですが、少し重さがあってこのくらいしっかりと発色するタイプのクリームルージュなのに、塗っている時に唇の上で引っかかってしまったりムラになってしまうということがなく、かなり滑らかに塗ることができました。さすがスキンケアクリームの技術を応用しているリップというだけあって、かなり使い心地がいいです。膜感があって唇をプルンと見せてくれるタイプのリップですが、唇をしっかりと潤わしてくれている感じがします。このプルンとした仕上がりやカラーももちろん可愛いですが、とにかく質感がいいリップだなと思いました。カラーはレッド系ですが、ベージュニュアンスも感じるのでとても使いやすいです。クリームルージュというだけあって
しっかりと厚みもありつつ綺麗なツヤも感じられますが、グロスのような油分やベタつきを感じるというタイプではないので、色持ちも意外と良さそうな感じがします。まずはティッシュオフをしてどのくらい色が残るのか見ていきます。まずティッシュにはこんな感じでしっかりとリップカラーが映りました。やはりツヤがあるタイプのクリームルージュなので、マスクなどに色移りしにくいというタイプではなさそうです。そして唇はこんな感じで、少しカラーが抑えられた感じはしますが、程よくツヤも残っていて、ティッシュには割としっかり色移りしましたが、唇にもちゃんとカラーは残ってくれていました。はい、ティッシュオフをした後にカップで飲み物を飲んだり、軽い飲食をしてみるとこんな感じでした。やはり塗りたてよりも内側から全体的に薄まっていくような感じで、すぐに取れてしまったり、縁だけ汚く残ってしまうということはないですが、色持ちがいいタイプのリップというわけではなかったです。ティッシュオフをした後もカップや食器にリップのカラーがついてしまうのは少し気になったので、飲食をするシーンが多い時というよりも、こまめに塗り直しができる時に使う方がおすすめだなと感じました。ただ唇をプルンと立体的に見せてくれる感じや、しっかりと発色するタイプなのにスキンケアクリームのような保湿感を感じられる質感はとても使いやすかったです。では続いてルージュクレームマットタイプをご紹介していきます。カラーは114です。こちらは結構パウダーっぽさも感じるようなマットタイプですが、やはりクリームっぽい保湿感も感じられます。はい、ルージュクレームマット114はこんな感じです。最初唇にのせた時はパウダリーなマットタイプかなと思いましたが、やはりこちらもスキンケアクリームの技術を応用しているからか、伸ばしていくと少し厚みのあるスフレやベルベットといった感じの感触で、乾燥が気になる時にも塗りやすいマットリップでした。マットリップを使いたいけれど唇の乾燥が気になる時に保湿のリップクリームを下に塗っておいて上からマットリップを重ねると少しツヤが出てしまうということもありますが、こちらのリップは唇の乾燥が気になる状態にも安心して使えるので、すごくいいマットリップだなと思います。今回本当に質感がいいなと思います。カラーは先ほどご紹介したブリアンタイプの204に一見似ているかなと思いましたが、ローズのようなニュアンスも感じるレッド系でした。それではまずティッシュオフをしてみます。ティッシュへの色移りはこんな感じで、先ほどのブリアンタイプよりも全体的に色移りが少ない感じがします。そしてティッシュオフ後の唇もこんな感じで、ティッシュオフ前と比べてもしっかりとカラーが出ている感じやマットな質感などに変化はなかったです。マットタイプは色持ちも良さそうな感じがしますね。はい、マットタイプもティッシュオフ後軽く飲食をしてみました。こんな感じでカップや食器がよく当たる内側以外は意外としっかりと色が残っているので、この内側から薄くなっていく感じが少し気になるかなという印象です。ただマットタイプですが、時間が経っても唇がパサパサに乾燥してきてしまうという感じは全然しなかったので、保湿感とマット感を両立したいという方におすすめだなと思います。それでは最後、エタンスランタイプをご紹介していきます。今回は301をご紹介していきます。こちらはリップグロスのような感じで、唇の透け感や透明感も感じられるようなタイプですね。多色のラメがかなり効いています。はい、エタンスラン301はこんな感じです。元の唇の色が透けるようなベースの上にピンクやブルーなどのラメが輝いていて、とても可愛いです。グロスのような仕上がりですが、質感はツヤ仕上がりのブリアンとよく似ていて、油分やベタつき感は全く感じずに、唇をクリームで覆ってくれているような質感です。グロス特有のベタつきや膜感が苦手という方にとても使いやすいと思います。
ラメもかなり効いていますが、ザラザラ感もないので、すごく使い心地がいいです。こちらは単色塗りでも透明感があって可愛いですが、リップの上から重ねて使ったりしてもより可愛いんじゃないかなと思います。こちらも一応ティッシュオフをしてみたいと思います。こんな感じでラメが映るような感じですね。ティッシュオフ後の唇はこんな感じで、ツヤ感が抑えられてラメが目立つような感じがします。マットの上にエタンスランを重ねてみました。マットリップの上に重ねると、よりこのブルーやピンクのラメの感じとツヤ感が増した感じがわかりやすいと思います。お手持ちのリップの上に重ねるだけで一気に透明感をアップさせてくれて、唇もしっとりと潤う感じがします。少し距離感があるとピンクのラメ感と青みが足されている感じがわかりやすいと思います。はい、こんな感じでまずはクレトポーボーテのルージュクレーム3質感をご紹介していきました。高発色でツヤ感も楽しめるブリアンも、ムースやベルベットといった感じのマットタイプも、グロスのようなツヤ感とラメを楽しめるエタンスランも、それぞれかなり質感が良くて、本当にブランドからの説明の通り、スキンケアクリームのような心地よさを感じるリップでした。特別色移りしにくいタイプや色持ちがいいタイプというわけではなかったですが、これだけしっかりと保湿感もあってかなりいい塗り心地なのに、すぐにリップが取れてしまうというわけではなかったので、かなり使いやすいと思います。3質感を比較してみるとこんな感じです。では続いてローラメルシェのハイバイブリップカラーの人気色3色をご紹介していきます。まずは103番です。こちらはワンストロークでとろけるようなテクスチャーというブランドからの説明の通り、こんな感じでかなり滑らかな質感のリップスティックです。はい、103はこんな感じです。手元で見た時はもう少しブラウンっぽいニュアンスが強いのかなと思いましたが、唇の上に乗せてみると意外と明るめのカラーでした。程よくレッドのニュアンスも感じるような、まさにトレンドらしいカラーだなと思います。そして塗りたての感触はかなり滑らかで、唇の上にスルスルと伸びるような感じでしたが、少し時間が経ってくると唇にピタッと密着してきて、あまりベタつきを感じないように変化してきたので、塗りやすいのにずっと水っぽい感じが残ってしまうということもなかったです。メタリックに光る感じが夏らしさもあってすごく可愛いなと思います。続いてはこちら122のカラーです。はい、122はこんな感じのカラーでした。こちらは手元で見た通りの明るめのピンクカラーという感じで、一気に顔色をパッと明るく見せてくれます。そしてカラーが明るいからか、先ほどの103のカラーよりもさらにメタリック感がわかりやすいと思います。明るめピンクですが、メタリックがオレンジっぽく光るので、夏らしさがあって可愛いです。それでは3色目です。こちら、140のカラーです。140は私が購入した店舗では一番人気のカラーとのことでした。はい、140はこんな感じです。手元で見たイメージだと先ほどの122のように明るめのピンクなのかなと思いましたが、唇の上に乗せてみるとベージュニュアンスも感じるようなピンクカラーのベースにメタリックがパープルニュアンスに光る感じがするので、程よいベリーニュアンスも加わってとても絶妙なカラーだなと思います。こちらは実際に唇の上に乗せてみた方が可愛いなと感じるカラーです。このカラーが一番人気なの、納得なくらい可愛いと思います。ではここからは色持ちについて見ていきたいと思います。まずはティッシュオフをしてみます。ティッシュへの色移りはこんな感じで、とろけるようなテクスチャーの割には時間が経つと唇にピタッと密着する感じがするからか、意外とティッシュへの色移りは少ないなという印象でした。ティッシュオフ後の唇はこんな感じで、ツヤが抑えられた分、
メタリック感がより際立っている感じがします。はい、軽く飲食をして過ごした後はこんな感じです。こちらもカップや食器への色移りは少し気になるタイプでしたが、唇自体の色残りはこんな感じで、先ほどご紹介したクレドポーボーテのルージュクレームと同様、よく見ると唇の内側からカラーが薄くなっている感じはしますが、メタリック感が残るからか、カラーが薄まる感じが目立たなかったです。手元で見た時はとろけるような滑らかな塗り心地だったので、色持ちについてはあまり期待できないかなと思っていましたが、このメタリック感が色持ちをよく見せてくれるなと思いました。はい、ではこんな感じで4月21日発売のクレドポーボーテルージュクレームの3質感と4月26日発売ローラメルシェのハイバイブリップカラーから人気色3色をご紹介していきました。まずルージュクレームは発売前からリップにもクレドポーボーテのベースメイクに搭載されているスキンケア機能があるということで、どんな感じかとても楽しみにしていましたが、高発色のツヤタイプやマットタイプ、そしてラメが効いているタイプなど、どの質感もかなり使い心地が良かったです。そしてローラメルシェのハイバイブリップカラーも最近のデパコスの中でこのくらいしっかりとメタリック感を感じるリップはなかなか珍しいなと感じたので、夏らしさがあってすごく可愛いなと思いました。特にクレドポーボーテのルージュクレームはかなり人気で、欠品しているカラーも出ているそうなので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。